はい、森のワークベンチ管理人のザワちゃんでございます。それではタミヤの F4B ファントムですね、この塗装の準備、進めていきます。この前動画の最後の方で上げてた、この辺りのリベット筋彫りも振り直しまして、でこの裏はもうこのまま進めちゃいます。こう置いてみるからね、もうこう裏返してって見ないことにはね分かんないですから。でまずこの前塗ったこの胴体後部の金属塗装じゃないよ、金属無塗装の塗装したところ、これのマスキングと、あとは機体の穴、あちこちの穴、脚収のとかインテーク、そういうところのスポンジ詰めですね。スポンジ詰めの前にインテークなんかはテープ貼んなきゃいけないんですけどね。その作業の方をちょっと進めて、塗装の方に突入したいと思います。こんなに長いのいらなかったな。じゃあここ行くか。でこの作業の途中でこうこねくり回してるわけですからね、これなんですよ。これ折っちゃわないように、どうしようかな、何かでガードするか。じゃあガードするにこれがいいかな、やっぱり。ですね。一応牛乳パック、こいつで養生しておきますか。こうね、そうすれば安心なので。前の造形村やってたじゃないですか、それで折ってるんですよ、あれは。でアルミ棒かなんかに変えようと思ってた矢先に透明部品が曇っちゃって、もういいやこのキットは作らねえってひねくれちゃったんですよね。ばっくれちゃいました。問題はこの角度とかだと思うんですよ。これも一回ペタってテープを貼って、どこだっけ、ここか。ちょうどこの角度でね、こうなんだろう、二重にしてやってもいいんですけどね、ここの部分で。こいつを線に合わせて切ってやれば角度が出てると。これの繰り返しですよね。曲線とかはないですから、今カットしたこの角だけやればいいんで。あとなんだっけ、前に海外の人から質問があって、何やってたかな、あれ車かな。マスキングどうやっても塗料が漏れちゃうっていうお悩みを持たれてる方で、原因はいろいろ考えられますよという答えをしてたんですけどね。マスキングテープのこういうゴミですね、ゴミで、当然僕も綺麗じゃないです、机の上だからゴミついちゃうんですよ、すぐに。他の時はこう袋か何かに入れといてもいいと思うんですが、どうしてもこう普段使ってるものなんで机の上置いてありますから、ゴミはついちゃいます。こっちの方がゴミは顕著かな、少しありますね、ゴミが汚いです。で練り消し、デッサンやるんすよ。芸術家なんで。
デッサン大嫌い、子供の頃から。練り消しをこう練ってやると結構ペタ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 するんで、これが一番いいかな。これがね、これが一番ゴミは持ってってくれると思います。まあ人それぞれだと思いますけどね。これを気にしないって人もいるかもしれない。ただそのほこりついた状態でこう貼っちゃうと、もしそのほこりがこう両方に渡ってるとね、そこからこう塗料が入っていっちゃうんで汚くなる、線が出ないという部分がありますね。それから次に考えられるのがテープの重なりしろのとこですかね。ほらちょうど今見えるかな、見えますかね、これゴミがこんな感じで噛んでるんですよ。これこのまま貼っちゃうとここに塗料が入っていっちゃうんで、貼る前にこう掃除をしてやるとか、どうなんだろう。まあ机の上はきれいにしておきましょうということです。ほんのわずかにこれ上に段が出てるんですけどね、ここは3枚でた方がいいんで、ここのテープの重ねしろのとこですよね。ここのこういうとこからもこう塗料が潜っていっちゃうんで、しっかり押さえておかないとダメです。でピンセット、この先の細いピンセット使うんで、このシルバー塗ってあるところをできるだけ触りたくないんですよ。プラスチックピンセットがね、こういう時あればね、いいですね。ちょっと厳しいな。こういうことやってると絶対傷つけるんだよな、おっちゃん。手が震える。この上で切って使わない方を剥がすっていう方法でもいいですけど、ちょっとねそれだと歯がそれると怖いんですよ。今度機体の方傷つけちゃうんで、あとは爪楊枝で押さえにくいのとかもしょうがないで綿棒だけで、いずれあとはこの塵の部分ですね、エッジの部分、テープのエッジの部分、ここにシワが寄らないように、変なシワが寄らないように、寄っちゃえばそこから塗料が入っていきますので。あと考えられるのがあれですね、手が汚ねえ手が汚ねえ。例えばポテトチップス食べた後にこの作業、テープ油ついてそこでテープが浮いちゃうと、でそれで塗料が入っていくとか、そういった部分も懸念されるんで、おやつ食べたらちゃんとその後手を洗ってからプラモやりましょうね。だいたいポテトチップの油ついた手この辺触ってれば色乗らなくなるだろうって感じなんですけどね。人のそれぞれ生活環境があるんで、その対処方法っていうのは人それぞれだとは思います。ここはこの繰り返しなんでね、こんな感じで貼っていってベタベタと、特に難しいとこはないんじゃないかな、ここに関しては。ここにシルバーだからな。最後この穴はこうテープをベタッと貼ってかぶせる。そのあたりはまた後でと思います。でインテークがやっぱり難しいと思います。でまずインテークの中に
僕ねこのインテーク取り付ける前に貼っとこうと思ったんですよ、テープを。忘れちゃいました。でただ今回は前回の F4E みたいに気体色が回り込まねえんだ。メタルカラーで、じゃあ簡単イージーじゃあ簡単です。これぐらいの長さのテープを内側に貼ってやって、そう、F4E のベドラム迷彩、あれはもう外の塗装が中に回り込んでるんで、変なとこでこうマスクしないといけなかったんで、これはもう中でマスキングテープ使うのはこのインテーク弁の後ろだけなので、インテーク弁の後ろの段のところで段のところにテープを貼ります。一箇所テーンと乗っけちゃって、あと反対側つまんで引っ張ってやればだいたいまっすぐ貼れます。多少ねちょうどこう段になってるんですよね、このインテーク弁のすぐ後ろがこういう感じで。一番段落ちたところで色を変えたいんですけど、そう綺麗にも塗れないんで、ただ非常にそんなに濃くない色ですから分かんないっちゃ分かんないでしょう。で手前側というか外側もペトッと細切れのテープを何枚かペトペトっと貼ってやればいいんですけど、回ってるんでやっぱりこれ剥がすのはね簡単なんですよ。貼るのが大変なので、インテーク弁にね貼っちゃうとダメですから。でどっちみちここシルバーねまたペロンと塗らなきゃいけないんで、ここのシルバー気体塗装終わってからそこだけ塗った方が楽かな。これも人それぞれだと思います。今のうちにシルバー塗る人もいるでしょうし、僕はもうめんどくさいんでこのまま進めちゃいます。あとね、この中にピトー管を仕込んじゃってるんで、このピトー管もこの塗装終わってからの良かったかな。スポンジ使う場合はこのピトー管折らないようにしないといけないですから、これね、スポンジって意外にナイフの刃が切れなくなるような気がするんで、この職人用のカッターですね、職人用のカッターかっこいいですよ。これ中に替え刃入ってるから抜けば下から出てくる。それはどうでもいいです。でこれでどうしようかな。こ
れね、もう少し白くしようかな。どうでしょうね、ちょっと暗すぎるんで、この周りだけでももうちょっと白くした方がいい。まあとりあえず白くするとして、まあ、今このスポンジ、まあこれもね多少ね大きめなスポンジを強引に詰めちゃえばいいです。でどうしても入らないようなのは切ってね、ハサミでも多分切れますから切っちゃってでこう詰めていくと、そんだけのことなので、まあ、ちょっとこれ真ん中隔壁があるからあれなんですけど、隔壁一回これあれだね、まあ下は白なんで別にいいっちゃいいんですけどね、多少漏れても一緒に塗っちゃうのはあれです、まずいけどウェザリング消えちゃうんで、せっかくオイルウォッシュしたとこ消えちゃうので、多少このわずかな隙間、もし気になるならこういうとこもちっちゃくつまんだのを入れていくとか。ただこの真ん中のこの隔壁っていうかリブっていうか、ここがこう立ち上がってるんで、スポンジがうまく収まりませんから、まあ、僕はこれでやっちゃいます。神経質な人はまあこの部分にマスキングゾール塗ってからねスポンジ仕込むとか、そういう形でもいいかもしれない。スポンジがねこう戻ってきちゃって、それでも切り込み入れた方がいいかな、やっぱりちょっとだけここにまあそんなイメージで塗装の準備、マスキングをしていきます。気をつけなきゃいけないから、ここは白、ここはドアももう赤く塗ってあるんで、その赤は消したくない、当たり前ですね。なのでこうテープを貼っていくんですけど、テープがね長すぎると結構塗装の邪魔になるんで、できればドアの端ギリギリで留めたい。まあギリギリっていうかほんのちょっと出たとこで留めたいと、この辺かな、この辺かな。でここはテープ重なってもいいんで、真ん中で重なった方が長さの調整効きますからね。ちょっと外はみ出すぐらいの大きさ。これでドアの今のこのドアの小口の部分ですね、エッジの部分、この赤はまあ潰れちゃったとしたらまたエナメルかアクリルで塗り重ねてやりゃいいと思います。でこれも中にアクチュエーターのそのアクチュエーターの部品があるんで、それを折らないようにスポンジをぶっ込んでやる。で手前のグリーンも潰れないように手前のグリーンの塗装が消えてしまわないようになマスキングをしてやった方がいいですね。
これも客収納庫と同様、スポンジ足りねえなと思ったらちっちゃいのを追加すればいいし。変態灯やらくっつけとくの忘れました。塗装後でもつくとは思うんですけど、あれですよ、マスキングすりゃいいんで、もう今のうちにつけちゃいます。で、この中にアルミホイルをね仕込みたいんですよ。この辺かな、これでいいや。これで、しまった。こいつ自体はあれです。ゴリラグルーでくっつけときゃいいでしょう。瞬着でもいいけど何でもいいです。時間に余裕があるときはこういう接着剤でもいいのかなと。ちょっと今日はこの後お出かけしないといけないんで、愛妻とデートですよ。しょうもねえこと言ってる。ブックオフもちょっと覗きたいので、ブックオフで中古のプラモレスキューしてやらないと、あの子たちずっと作ってもらえなくなっちゃいますからね。僕のとこに来て作ってもらえるかどうかはわからないです。でこれ塞いじゃうと湿度に反応して硬化する接着剤なんで、このゴリラグルーにしても、ボンド X、要は変成シリコン系とかそういった接着剤はみんなあれです、湿度に反応するんで、この状態でちょっと丸1日置いときますわ。ということは濡れないな今日は。それではそういうことで、ちょっとお出かけをしてまいります。続きは次回ですかね。下塗りだけ終わらせたいな。それじゃあまた。